ございます。こんな時間におはようございます。DM をいただいて、その中で、うちの次女が靴が片方なくなったって言って探して帰ってきたっていう話があったじゃない？で、あれが気になっていてっていうね、オーリーの方から。かのさんは軽やかにスルーされてたけど、これもし自分だったら、自分の子供がそうなったら大丈夫かなとか、いじめられてないかなとか、うまくいってないかなとか、先生に相談するっていう、先生に相談しなきゃって思ったりとか、最悪を想像しちゃうんですけど、そして、真実を知らなきゃって思うんですけど、そこにはフォーカスしない感じですか？これも解釈次第ですか？っていうね、ご質問があったの。で、それをちょっとお答えというか入れとこうかなと思ったのね。でね、これ娘の話の場合だけど、なんかこう気になることとか不安なこととかがあった時に、これを応用したりとかできたらなって、思うので、ちょっと全体に向けてお伝えできたらなと思うんだけど、まず、靴が片方なくなりました。で、結果としては翌日朝下駄箱に戻ってたの。で、靴が一人でに歩いてこないし、ありえっていいかもしれないんだけど、おそらくは誰かかなっていうことはわかるじゃない？で、担任の先生からも報告があって、で、なんか申し訳ございませんみたいな感じだったからさ、全然大丈夫ですよ。そんなことってあるしね。私も小学校時代で経験あったから大丈夫ですよ。先生気にしないでくださいねっつっていう話をして、で、終わったの。でさ、これでね、まずはいろんな不安なこととかがあるときに真実を知らなきゃとか、どうなんだろう。例えば彼から連絡がちょっと来ない。どうなってんだろう。何してんだろう。真実を知りたいみたいなことってあるじゃない？あと、これの結果良かったのか悪かったのか、自分の仕事の結果良かったのか悪かったのか、真実を知りたいみたいなこともあるよね。で、人生ってこういう真実を知りたい、まだ全貌が分かってないっていう時間がめっちゃ長いじゃん。真実を知りたいけれども全貌が分からないというこの段階が結構人生のほとんどを占めるわけで、この時にこれはね、解釈の問題というよりもアティチュードというか態度の問題だと思うんだけど、この真実が分からない時にどういう態度でいるのかということが、その人がどういうエネルギーを出すのかっていうことにつながってくるし、その人がどういう現実を想像するのかっていうことにつながってくる。だから真実がわからない時の態度のあり方というのをこう自分の中で練習する。それは私もずっと長年練習してきてるんだけど、その練習するっていう意識、そのアンテナを立てるっていうのが一つね、大事かなと思ったの。で、もしね、これ私もね、これ不安だなとか、どういうこと？今お友達関係どうなのとかっていうのを聞いて、心配する方が状況が好転しますよっていう、そういうロジック、そういう宇宙の法理があるんだったら、もうアクセル全開でやるの。ちょっとおいで、ね、ちょっと聞かせてっつって言ってめっちゃやるんだけど、それで好転しないっていうのはさ、いろんなケースでもう骨身に染みているので、まずは一番大事な娘の様子じゃない？で、最初、ねえママって、その一番最初それを報告してくれてた時はちょっと不安そうだったの。なので、全然大丈夫だよって。前の靴あるし、で、もし出てこなかったら新しい靴買えばいいから、何も問題ないよ、つって言ったのね。で、それは、靴だけに話をフォーカスして言ったの。で、これは靴がなくなったという事実に誰かが隠したかもしれないとか、なんか、お友達となんか対立してるのかもしれないとかっていう、いろんな憶測という、ある意味、幻だよね。まだ確定していないものだから。が、ひっついて、その大雑把な不安ごとをどうしようかって親子二人で考えても結論は出ないから、まずは事実として靴がない、明日から片方ないの不便だね。じゃあ前の靴履いてこうか。で、もしなかったら新しいの買おうね。で、事実としてはオールパーフェクトに解決をする。そこはもう何も問題ないよ。もう秒で解決できるから。全然大丈夫。で、子供には伝えたのね。で、子供も、なんか、靴がない不安と、あとそれにまつわるエトセトラの不安とっていうのを両方持ってたんだけど、そうやって靴は解決できるんだ。そっか、じゃあ、まずいっか。
みたいな感じでちょっとほっとしてて、で、そこから楽しい話とか、一緒にこうご飯を食べながら別の話したり、あれとかそれとかつって言ってるうちに、もう全くなんていうの、こう心がさふかふかに戻ってるっていうか、で、この後どうなるか、これがもし我慢してなんかこうこらえているのかどうなのかっていうのを見てみようって思って、翌日もこう様子を見てたけど、はいじゃあ行ってきますみたいな感じで元気に学校に行ってさ、で子育ての目的って子供の自立だと思ってんだよね。で、社会に出ると、社会に出なくてもいろんなことがあるじゃない。自分の望むこともあれば望まないこともあるし、意地悪の一つや二つも絶対あるよ。で、みんな本当は愛のままに生きたいけど、それが上手にできないっていう、そういう時だって人はあるよね。で、その上手にできないっていうその時の相手の恐れに自分の恐れがそれを上回っちゃったら、この社会って変わっていかないからさ。で、もし真実が知りたい、例えば私もバイト先でなんか誰かのお財布がなくなりました、どうしましょうっつって言って、その時店長が検察を呼んで、警察が来て、で、この人だったっていうのが分かったことがあるんだけどさ、やっぱり真実の追求は警察の仕事だなって思ったの。それを見ながら、あの人なのかな、この人なのかなっていうのは、観測者の私のやることじゃないっていうかさ、真実を明らかにする役割の人がやることで、私は自分の心、娘の心が本当に輝くようにサポートして観測をしていくっていう、それだけだなと思ったんだよね。で、自分の娘が大きくなった時にも、例えば何かそういう意地悪があったりとか、例えばなんか人にバカにされたりとか、ひどいこと言われたりっていう時に、その人を恐れたり、逆にその人を責めたり、その人を非難するっていう、もちろん反応もあっていいんだけどさ、でもそれで人間的成長がストップするんじゃなくて、そういうこともあるよねって、こういう社会いろんな人がいるからそういうこともある。で、それについての恐れで自分を曇らせずに、淡々と自分の役割を果たしていくっていうかさ、この世の中がもっと良くなるために自分は今日何ができるかなってことをやっていく、そういうなんか生き方を伝えられたらいいなと思うから、ちっちゃい娘にとってだけど、これも一つの練習だなと思うんだよね。で、なんか娘もお姉ちゃんがさちょっと心配しててさ、でも よかったね見つかってみたいな、ちょっと気を使いながら言ったらさ、誰が持ってったのか分かんないけどねとかつって言っててさ、あははって笑いながらさ、元気に学校行って、旦那さんもすごいね、意外と強いんだねなんつって言ってたけどさ、もうどんなことが起こっても、なるほどね、そういうこともあるよね。で、じゃあ私どうする？それについて。そこにそれを恐れで避けていくのか、それを愛で打破していくのか、それを例えば起こした人もろとも愛であれるようなエネルギー体として生きていくのか、なんか私は後者を選びたいなと思うんだよね。で、娘がどういうね、これから進化を遂げるか分かんないし、成長を遂げるか分かんないけど、できたらなんかその周りに怯えながら生きるのではなくて、いつだって自分の中から出てくる愛のエネルギーに素直に、自分に一番影響されながら、自分の中から湧いてくる愛に一番影響されながら生きていくっていう生き方をしていってほしいなって思っています。ありがとう。この時間つながってくれてありがとうございます。それをちょっとお伝えをしておけたらと思いましたね。でもこうやって次女のそういうことがあることによって、またこうやって共有できるし、次女もレッスンができるし、私もさらに信念を深めていくことができる。これが福音だよね。これが恩恵だよねって思うんだよね。だからでもそう思えるのってすごく時間が経っ
って思えるからさ、その瞬間すぐそう思えるなんて、その瞬間すぐノート開いて、わあ、恩恵だなんて絶対ならなくてよくって、じっくりじっくり自分のこう、腹で、そうだなってこう考えていくっていう感じ。ということで、お伝えできてよかったです。それではまた。